found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、新たな試みでして、はい、霊気走破の、カードイメージギャラリーが映ってると思うんですけど、はい、フルスポが公開になった後にこれを撮ってます。はい。で、いわゆるプレビューをしていこうという浅はかな試みで、まあやってみようと。全カード、はい、じゃなくて、ほぼまあアンコモンとそのレアとかになると、アンコモンとコモンは、結構トードシャのカードって少なかったんで、まあレアと神話レアはトードシャなんで、それを全部語っていこうという、はいはいはい、わかりました。トードシャの目線で、このプレビューを語るという、はい、わかりました。新たな試みです。はい、やってみましょうか。で、各色、ちょこっとずつ小出しにしていきますんで、はい、はい、まず白から、はい、早速行かさせていただきたいんですが、カード走破、まあ全体的にどうですか、カード走破。まあ新しいこうギミックがあるじゃないですか。エンジン、速度か。速度ね。あれがどれぐらい効くのかなって思っていて、結構逃走者で速度をためやすそうじゃないですかっていう。あれもう逃走者の能力ですよね。だって最近って3人いるからね、通しやすいよなって思って。通しやすいし、ターンも後になりやすいですからね。そうっていうのがいいかなっていうので、まず、白のコモンとアンコモンでこれ相当かけてます。はい、何か白から気になるカード、まずはもう気になります。まずはアラクリアの武器庫もちょっと気になるんですけどね。これ4マナで機体とか蒸気がその乗った状態になるし、アーティファクトクリーチャーになれるっていう能力を持ってるんで。そうなんですか。そう、これ戦闘の開始時に1体選べるんですよ。なるほどなるほど。だからまあクソデカ機体とかあるじゃないですか、パルヘリオンみたいな。なるほどなるほど。勝手に動き出すんですよ、一旦に1枚だけだけど。これあなたのクリーチャーが、全体警戒っていうのも、これ実は結構逃走者カジュアルだと結構ありですよね。そうだからまあまあやりそうというか、デッキによって、まあ、機体がやっぱりいっぱい入ってるデッキにはなっちゃうと思うんですけど、まあ入ってもおかしくないんじゃないかなと思いました。確かにこの機体自体が結構カジュアル目線で考えると強いですよね。まあ結構やりますよね。例えばこの左側の飛行救急機が3マナ3サー飛行警戒でこれ出したとしても登場1じゃないですか。これなんか流されないですからね、こいつ。まあそうなんですよね。機体って流されないからで白って全体除去とか使うけど、それ遠慮なく撃てるし、この武器庫なんかは本当に全除去撃っても機体がその後いきなり動き出して殴りかかれるんで、まあまあやりそうぐらい結構いいですよね。今回かなり僕はもうほぼ逃走者のカードとして見てますので、まあもう目線がそうなっちゃうから目線がもう9割逃走者のカードとしか見てないんで、語っていきます。徐々にもういきますよ。次いっちゃっていいですか。右側はいいですか。飛ばすやつもいます。飛ばすやつもいる。飛ばすやつはいるぜ。この辺も大丈夫ですか。まあこれもまあ基本は大丈夫かなっていう。コモンは結構ねリミテカードだなっていう感じがするんですよね。どうしてもリミテ用にすられてるっていうかデザインされてるカードっていうのはあるとは思いますね。例えばこの次のここのラインはどうですか。まあここもいいかな。まあ基本的なカードが揃ってるなというような印象ですかね。大体それの1時間と置く。なるほどね。こことかどうですか。この次のコモンアンコモン。まあ僕はこいつ気になったんですか。栄光荒野の大山猫。これなんか蒸気された状態でこいつが攻撃するたび、平地1個探せるって書いてあるじゃないですか。これなんか普通にいわゆるその白にありがちな平地を加速させるカードよくあるじゃないですか。それに似てるなっていう。まあそうですね。なんか雨ざらしみたいな。サックス的な、サックスじゃねえや。そうか。雨ざらしみたいな。この平地を伸ばすカード、土地税ですよね。
あ、そうだ、土地でみたいなタックスだ、はい、でこれ23ハンコンでハンコンもできちゃっててか庭の23ハンコンって普通に強くないですかおかしくないですかで起業して平地ランプできて、まあ23枚も 2枚ぐらい持ってこれたら、もう十分で、あと原因できれば相打ちでもいいと思いません？そう、結構まずそもそもカードバーが高いな印象ですかね。でもこれ単純にこのカードマナファクトって考えたらどうですか？2マナの。まあいいですけど、あれですね、騎乗できるかどうかっていう問題があ、確かにこうあるんで、騎乗にでもその後にそうか、確かにな。そうでもまあランプできるからいいかなっていう、まあでも悪くないですよね、感じがしましたね。あとはどうですか、このラインは。まあガイドライトの共同者が、はい、もしかしたらファクト並べるデッキとかで、あー確かに確かにアーティファクト参照ってことですよね、はい、そういう系で使われるかもしれない、いやでも結構ありますよ、アーティファクト参照やっぱり使うこと結構ありますからね。そうなんですよね、ありますね、白だから絶対あればあれだけいいみたいな、ありますあります、ところあるから、はい、でこの最優秀操縦士、はい、これ接続士か、はい、こいつもちょっと気になって、はい、タップするたびアンタップって結構これだけ切り抜けば怪しい効果っていう。なるほど、ただ毎ターン1回ねっていうのがね、まあそりゃそうなんだけどまああとは顧問か、どんどん進んでいきますけども、はい、あとは何かありますか？この辺とかどうですか？まあここは普通って感じ。まあ顧問だからな、顧問は結構リミテカードっぽいんですよね、後編とかアンコモンですけど、まあここもいいかな、これもいいかな。まあこいつまあ悪くないぐらいただ逃走者では微妙かな、さすがに。そうですね。あとはどうですか？こいつ今回のアンコモンバニラシリーズ、いや233はちょっとさすがにな。233バニラ伝説、233なんか使えるんすかね。でもこいつはアーティファクトクリーチャーっすよ。アーティファクトだからっていうところでもしかしたらぐらいかな。ワンチャンあるかもしれない、233のアーティファクトクリーチャーの中ではかなりマナコスト的には、まあ確かに233だからね、233のアーティファクトクリーチャー普通だって213とかだからね、そうっすよ、アーティファクトクリーチャーだったら意外とアーティファクトシナジーでやれってことですよね、こいつ多分。まあそういうことになりますよね、おそらくそういうことですよね。はい。あとはどうですか？次いっちゃいますよ、まだアンコモンコモンですからね。そう機体整備がちょっと気になってて、機体整備気になってる、はい。4マナでアーティファクト墓地から釣れるんですよ。ああ、なるほどなるほど、はい、だからこれ単純にそれだけでも結構有用な可能性あるかなって。これ対象別に何でもいいんで、まあそういったカードもいっぱいありますけど、確かにね、アーティファクト釣れるっていうのがね、いいんじゃないかなという感じですかね。こいつ起業されたら破壊不能、これだから僕の言うと、これすげえカジュアルだったら、これ5マナ55破壊不能って考えたら中ファッティとしてまあいやでも弱くないですよ、ここら辺全然。そうっすよね、だってこれ起業して突っ込んできたら嫌っすよねあ、これアーティファクト呪文を取るためのコストが1少なくなるっていうのはね、これはさすがに強いんじゃないですか。これ系は結構使われますよね、もうあればあれだけいいんだから、こういうカードは。はい、あれこんなところかな。ちょっと待って、なぜかソープロが入ってる。次に行っちゃってる。混ざっちゃってるんですかね。逃走者デッキですね。関係ないですね。はい、なるほど。そんなところで一回コモンアンコモン終わりまして、ちょっと逃走者デッキを抜くか。コモンアンコモンを消してレアと神話レアと逃走者デッキも入っちゃってるみたいなんで、ここを直すと。じゃあ次レアいきます？白の。はい、レアいきましょうか。まずバズリっすよ。バスリ。はい。伝説のクリーチャー。伝説のクリーチャーっすよ。あれ、こいつプレインウォーカーじゃない？いや、最近でもそういうことも多いからしょうがない。あれもうあんまプレインウォーカーっていうのがね、まあ普通に伝説のクリーチャーの方が逆に僕らにとってはいいから
こいつどう思います？サイクリングっていう能力がどうしても統率者に設定しちゃうと機能しないから。いや、これサイクリング強いですよこれ。だからデッキに入れたいですよね、どっちかっていうと。そうですよね、うん、これそのどっちかっていうと統率者じゃなさそうなイメージですよね。統率者とは別にデッキの中に入ってるカードですよね。でこのサイクリングしたら、猫が呪言と破壊不能を得るっていう、これも例えば移行のアラーボみたいなのにこれ普通に入るじゃないですか。そうですよね。はい。いやサイクリングって打ち消せないから、ね。そうめっちゃ強いですよこれ。めちゃめちゃ強いですよ。めちゃめちゃ強いですよこれ。これ超統率者カードじゃないですか。まあ猫源っていうところ、ね。いや猫って結構、その認識されてるんですよね、猫っていう一つのテーマありますよね、はい、こいつはどうですか？防壁のお牛ですかね。はい。こいつはどうかな。いやこれいいっすよ。この普通に強いって感じかな。サクるとカウンター乗ってるやつが呪言と破壊不能じゃないですか、これが多分重要なんですよ。これいわゆるカウンターシナジーですよね。ミドシロとかでカウンターとかやってるたりとかするデッキだと、カウンターシナジーだとこれだって呪言と破壊不能っすよ、置いてあるだけで。めっちゃカジュアルじゃないですか。いいと思うんですけどね。要はあれですよね。なんだっけ、昔イニストラードか何かにいたなんかニマラでサクると全体破壊不能みたいな、なんかいましたよね。そういうことですよね。でしかもなんか強化効果の持ってるから、確かに、やりそうっていう。攻撃するたび11カウンター乗っけますからね、でこいつは起用された状態で攻撃するたびライブアリーから3以下のパーマネントを全場に出す。これすごくないですか？結構これやばいっすよ。ことはすごい。例えば3以下の白だったらなんかリング系のやつとか持ってこれんじゃないですか。何でも、除去、白のリング。これ別にあれですよね、3以下だったら何でも持ってこれるんですよね。土地内パーマネントだったら何でも。これめっちゃ強いですね。リスケンとか持ってきてもいいですよね、別に。確かに、そういうことか。他の色を混ぜるとしたら、とか白タッチで、これ中ファッティとしてめっちゃ強くないですか？555 5法に石。もう一個中ファッティ的には欲しいかも。個人的には3以下のパーマネントっすよ。いや、そこは能力が強い。そこの能力が強い。で机上で攻撃だから、結構攻撃に振ってる感じの白の中ファッティですね。そういう意味だと。確かに。机上4か。机上4。でも3以下のパーマネント踏み倒せんすよ。結構これこそだからこういう机上4とか重いやつをさっきのアンコモンの勝手に動き出すやつとかでなるほどね、乗ってます乗ってないみたいな状況を作って殴るのがいいなって思ったんですよね。でも大体そのカジュアルだと、こいつ出すじゃないですか、殴るのは次のターンじゃないですか、その次のターンって中央ってもう1体出すと思うんですよ。そしたらそれを速攻じゃなくて騎乗すればこれ殴れますからね、こいつ。でパーマネント3以下出せるんですよ。かなりサーチが強いですからね。統率者強いから確かに弱くはないですよね。そうですね。下手したら変なコンボ生まれそうで嫌なんだよな。確かに生まれそうですよ本当に。こいつはどうですか？それはまずその檻、リングっすかこれ。危険な罠。これは絶対強い。リングの上位互換ですよね。アーティファクトになってるから、ちょっと使い勝手が変わってますけど。確かに。でもアーティファクトの数も参照できるから、リングがアーティファクトになったって考えたら、エンチャント参照するデッキも結構白に。そうか。エンチャントレスみたいなことも可能。どっちとは言えないか。ただなんかおまけで11カウンター乗せるっていうおまけにしては結構いいことやるよなって思ってるんで、強いですよね。さっきの11カウンター乗せる系のデッキ、で普通にリングで除去できれば万能除去ってことになるじゃないですか。そうですね。で最高速度はどうせ達成するだろうから、かなりいいカードですよねこれ。いいですよね全然。神話レアですよ。神話レアは、当然統率者のカードですから。いやここはもう全てのアーティファクトクリーチャープラニプラニって書いてある時点でやばい。分かりましたって。いやもうアーティファクトデッキね相当やばいっすよこんなカード出されたら。墓地にあるアーティファクト1個リアにって書いてありますよ。攻撃するために。もう
いや結構やってることはやばいですよ。これやばくないですかこいつ。まあ登場できるかっていうところは問題ですね。6ぐらいだったらまあいけないことはないですね。だって全てのアーティファクトクリーチャープラニになってる状態で6起動するんですよ、だからまあ11が2体いれば乗れますね。乗れますよね。乗れますね。でそれ乗った状態で殴りに行きました。これ60っすからねこいつ、でその全軍アタックしても、死亡したやつもそれ釣ってこれるってことですよね。それアーティファクトクリーチャーアタックで死んだクリーチャーはダメです。まあアタックで死んだクリーチャーはダメですけど、もとも前に死んだクリーチャーとかだったら全然殴りまくってて、それ前に死んだやつを釣ってこれてみたいな。なんかこれあれだな、ワームトグロエンジン延々とリアにしたい。最悪最悪だけど。最悪だってワームトグロエンジン6だよね。でもアーティファクトだから8になるの。なんか白茶炭みたいなのがかなり強化されてるなんかアーティファクト強化結構受けてますね、白は。次いきます？空見の戦車。こっちはちょっとカジュアル逃走者ではやめた方がいいかも。宣言系はねあんまり正直使いたくないなって。機動型能力を、機動型どうすかね。多分どうなんすかね。上の方だったら使われるかもしれないですけどね。そういう意味だと結構こういう阻害系のカードとか使われるじゃないですか。確かに上の方だと、そのなんつうんだろう、例えばなんだろうナジーラとか、そのキナンとかのその失勢とかの機動型能力を封じて、しかもこれが機体だから除去できないぞっつって、これ機体じゃないですか。これめっちゃ強いですよこのカード。だから強いよ、強い。これやばいですよ。だってこれやってることはこれ C のカードか。どっちかっていうと針、真髄の針みたいなのことですよね。ことをやってるんで、機体って処理できないですからねあんまり。模倣メカみたいなコピーする。だからこれ処理しづらい針ってことですよね。まあ針も処理しづらいですけど、まあ針は針でそれはそれで殴ることあるのかな。まあでも233だから殴るんじゃない？普通に。ただカジュアルで使うのはどうだろう。カジュアルで使うことあるかな。あんまないですかね。カジュアルではないかもしれない可能性が高いですね。で次いきますか。壮大な玉突き衝突。まあこれはもうあれですよ、白で全熟入れてる人はねこれに変えてもいいんじゃないですか。もういいんじゃないっていう、だって機体熟れますよこれ。すごい。これ機体熟れてサイクリングついてるっていう、これもうゴマナのラスだからね普通に。ゴマナのラスは、結構その太陽効果のイメージですね。全追放した方がゴマナまで行くとみたいな。これでもまあ結構入っても機体割れるっていうのがね。全除去何枚か取るんだったらその中の選択肢には少なくとも入りそうですけどね。そうですね。これ破壊不能を失うのが結構。確かに破壊不能の置物も破壊不能のそのクリーチャーも破壊できるってことですね。それはすごいな。これ結構ありだな。確かに全追放とあんまほぼ変わんないんじゃないかっていう。まあ考えようによっちゃ近い確かに気がします。確かに。これいいな。これいいな。サイクリングついてます。でどっちかっていうとだからリアにしたいとか、なんか自分のデッキが墓地に落ちてくれた方が嬉しいデッキとかだったら一回流した後になんか一気に戻してみたいな、そういうこともありえるっていう。確かにいいかもしれないですね。これでいいな。めっちゃいいな。確かに。これ次行きましょうか。これなんだこれ。神話ってことは当然逃走者のカード777バルヘリオンに変わるんじゃないかっていう。いやでも逆に言えばバルヘリオン入れてるデッキはこれも入るんじじゃないですか。逃走者でってことですか。まあ確かに機体のね。取って変わるほど強いかと言われると分かんないけど、でも相当強いですよ出てた。777飛行先制反抗ですね。総上さん。あとサイクリング結構偉いから。サイクリングが2大きいかのように地上蒸気できるやつが X 歳出てくると。なるほど。だからまあサメ台風っすよね言ってしまえば。なるほど。サメ台風横並べバージョンみたいな。
あ、これドローもできるんですね。だからサメ台風と一緒ってことか。そう、サメ台風と一緒ですよ。あ、白のサメ台風ってことか。まあで期待するカードとかも結構あるから。あ、これ結構値上がる可能性ある。あ、そう、でもサメ台風はあっちは強かったからな。本体の方も強かったから。まあ本体も悪くはないですけどね。悪くない悪くはないですけどね。まあなんだろうな。何で使うかなこれ。だから機体のデッキで使うっぽいですね。機体、いややっぱイメージは僕的には青白で魂込めるみたいな。はい魂込めちゃう。魂込めたでも魂込めるにはこれ出さなきゃいけないですからね。確かに。そうだから僕はどっちかっていうと白黒とかのイメージが強くて、はい、まあ黒で墓地肥やして白でリアリみたいな。これいや普通に落とせますからね。サイクリングで落とせ。そうだからそこも偉くて、で釣り上げてみたいな。あとさっきの機体釣り上げるみたいなカードとか、でもいいかな。まあ別にだから黒じゃなくて緑とかで墓地肥やしてもまあいいんですけど、もちろん。それこそシガってことですよね。シガが普通に。そうだからシガーにとってのパルフェリオンって、いっぱいいた方がいいじゃないですか。でも塗装者1枚しか入れられないから、まあ、今回はパルフェリオンじゃなくてこいつで妥協するかって言って。シガはパイオニアじゃないですか。なんですけど、でもあれシガを統率者として考えたら、こいつが入ってくるってことですよね。そういうことですよね。そういうこと統率者の話。シガを統率者って考える人もいますからね。なんか前一回機体のまとめた、統率者っていうのがいて、シドリっていうやつがいたんですよ。エスパーのなんか機体をなんか普通にアーティファクトをそのままクリーチャーにできるみたいな統率者いたんですよ。そいつとかだとこれ入りそうっていう、エスパーの機体の。そうですよね。機体って結構一つのテーマとしてあるんですよね。こいつはどうですか？1マナ23戦術1。まあそつなくって感じですね。まあこれもやっぱ横並べ系のデッキでまあやるかもぐらい。でもこいついいっすよ。これいわゆる白じゃないですか。多分これチップが関係してんだと思うんですよ。いわゆるブリンクするデッキめっちゃ多いじゃないですか。まあでもブリンクするならドット取れてほしいな。確かにね、戦術しかできないっていうまあそうか。戦術がドローンに変わるやつとかいませんでしたっけ？それは青緑っすね。青か。あいつ青緑っすね。じゃあ白入れられないのか。そうっすね。あいつ青緑っすね。でもまあチップで戦術するっていうのは結構めっちゃチップしまくるやつとか結構いるんですよ。なんか中には白タンで、でそれの中に戦術1が結構重要だったりとか、めっちゃ掘りに行けるんで、まあそうですね、下に送って、例えばブリンクを例えば10回できる統率者みたいなのがいるんですけど、1ターンにですよ、それまだ平均として、それできたら10戦術できるわけじゃないですか。それ悪くないというか。まあその手のデッキで、まあやっぱこういう手のカードは増えた方がいいから、そうですね。まあそういう意味だといいかなって気はしますけどね。終わってしまいました。まあじゃあ白はそんな感じということで、もう1本目の動画が終わろうとしてるんですが、まあそんな感じでこの色をそれぞれ、やっていきますんで、よかったら高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。お願いします。次の色は青ですかね。青です。青になります。今回の動画は以上になります。おしまい。